以前このチャンネルでご紹介したミラジーノおじさん、軽自動車のドリフトを愛しミラジーノに愛されたこのおじさん、あれから数年経ちましたが、さらに腕に磨きをかけて戻ってきました。純正利用中にこだわり続けて早10年、社外部品をほとんど使わないスタイルは軽ドリに興味がある方には必見の内容となっております。それでは行ってみましょう。どうも僕です。風が強いです。今日はかなりの再生回数を叩き出したお三方に集まっていただきました。今日はそのうちの一人、ミラジーノの佐竹さんです。佐竹です。滋賀から来ました。よろしくお願いします。これは前回もまあまあパワーあったんですけど、はい、ちょっと練習の風景見てたら、はい、明らかに前回よりパワーアップしてますよね。はい、前前のエンジンはかなりちょっとお疲れだったので、はい、新しいエンジンオーバーホールして乗せてきました。はい、オーバーホールしただけなんですか？はい。ターボとか変わってないですか？ターボは実はサイズダウンをあえてしてます。あ、サイズダウンさせたんですね。はい。ほんでもなんか前よりパワーありそうな感じですね。そうですね。おそらくつながりがいいんだと思います。前のやつはこうピークパワーはあるんですけど、この間のところがやっぱちょっと弱いので、A バー L をちょっと下げてもうちょっとだけ下から効くようにしました。それがおそらくちょっと加速感につながってるのかなと思います。あ、じゃあ使える域が増えたってことですか？そうですね。なるほどなるほど。ピークパワーは若干落ちてるかもしれません。でも実際使えるところが広いとやはりドリフトはやっぱそっちの方がやりやすいので。じゃあミラジーノでドリフトしたいよっていう人にアドバイスするとしたら、まあいろんなこうチューニングポイントがあると思うんですけど。そうですね。僕のもそうなんですけども、やはり高回転まで回って初めてやっぱパワーバンドが成立するので、やはり僕のみたいに高回転回るエンジンをこう、お宝エンジン JB エンジンですね、4気筒エンジンに乗せ替えていただくっていうのがやっぱりいいかなと思います。それあんまり言っちゃうとこうヤフオクの価格が上がっちゃうよみたいな。大丈夫です。世の中にコペンとかムーブとかたくさん乗ってた車があるので、どんと来てください。はい。でもポチポチしちゃって OK です。はい。ちょっとボンネット開けていただいていいですか？お願いします。じゃあボンネットオープン。これやっぱりターボ自体はあれですか？前もそうなんですけども、外は一緒なんですよ。基本的にはでも車外じゃないんですね。純正のやつですね。純正のやつの入り口だけちょっと今回は大きくしてもらったんですけども。あ、なるほど。いやちょっと羽が大きくなってるんです。そうですね。ああ、なるほど。あ、そんなこともできるんですね。はい。相変わらずの役にとかはフルノーマルですね。実はこのやつでもね、十分吸うんですよ。流量的には足りているので。意外と僕やったんですけど、むき出しでも純正のままでもピークパワーそんなには変わらん。どっちかというと音で気分が出る。なるほど。高揚感。高揚感ですね。じゃあ大事だと思いますけどね。そうです。ただセッティング取っていく上だったらむき出しにしてても大丈夫ですね。これいろいろやっていく上でなんかこのミラジーノドリフターの方に向けてなんかこういうお手軽チューンとかこれやっといた方がいいよみたいなのありますか？そうですね。だんだんこういう個体も減ってきたというか、シルビアなんかもそうなんですけども、だんだん減ってきて。何年前でしたっけこれ？もう約20年ぐらい前の車です。そうですよね。なのでいいのが残ってないので、特に四輪駆動車は錆びてるやつが多いので。じゃあベースをできるだけ錆の少ないベースを探した方がいい。そうですね。はい。それからも練習と割り切ってただみたいなやつを錆のを持ってくる。いずれかですね。逆にこうフレームが錆びてる方が
よれていいかもしれない。頑張りすぎると最後スプリングが沈んで終わってしまいます。スプリングが沈むってなんすかそれ？スプリングのついてる土台が錆びてめり込むっていう。めり込んでくる。上にいいんですか？上にです。上にめり込んでくる。まあイコール車体は沈むということですね。あ、そうですね。めり込んでどんどん車体が沈んでいく。そうです。まあある時見たら傾いてるかなって見たら今まで僕の車そうやって終わってきました。あ、それ実体験なんですね。実体験です。じゃあ錆はできるだけ少ない方がいい。なるほど。これなんか切れ角とかアップしてるんですか？切れ角は知恵の輪でアップしてる。ラックの移動量。そうですね。ナックルはノーマル？ナックルはね実はノーマルなんです。ノーマルでそんなに切れるようになるんですね。はい。まあまあ切れてましたよだって。まあまあ切れてます。じゃあもう切れ角アップはそうですね。切れ角アップをしても結局車のパワーがないので、こう切れた状態でだんだん止まってきてしまうので、それを転がる角度があるので、美味しいポイントが今見つかってると言った方がいいかもしれない。あれもね、結局切れ角上げたところでただ保険として使ってるだけだとあんまり意味ないです。そうですね。活かせる切れ角ぐらいの範囲でとどめとくってこと。そういうところですね。なるほど。今の出力だとちょっとバランスですか、ちょうどええところに来てるとは思います。今何馬力ぐらいなんですか？今出力的には前と変わってません。100馬力ぐらいだと思います。ただ下から使えるようになった。そういうことですね。じゃあちょっと乗らせていただいてもよろしくお願いします。いいですか？これ重捨てですね。重捨てです。でもすっごいよ。これ結構勢いよくフランと飛んでかんすね。そうですね。その軽いからだと。ああ、なるほど。しっかりためを作って、そのためで繰り返すっていうところが大事です。いやでも、結構普通にできるっすね。これめっちゃおもろいっすよ。いい感じですね。さすがです。ありがとうございます。すげえ楽しい。今の水温そんなに上がってないですね。そうですね。あれだったら全然大丈夫です。あ、すごい。いやー面白い。これちょっと一度お手本やりましょうか。僕のドライビングで。それいいですね。それ行きましょう。頑張ってみますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではスタートします。すっごい下から来る。
いやー、佐々木さん。はい、ありがとうございます。すげえです。ありがとうございます。だいぶ前よりも早いです、動きが。はい。で、なんかやっぱり前は蹴り返しみたいな感じだったんですけど、はい、それほど使わなくても補助的な感じでですね、使ってますね、今。はい。あまり深くは考えてないんですけど、はい、やはりそのコースに応じた乗り方がちょっとずつできるようになってるんだと思います。なんかミラジーノでこう作ったけどうまくいかないよっていう人は何かやった方がいいっていうのはありますか？そうですね。やっぱり基礎練習ですかね、まずは。ああ、なるほど。はい。コースももちろんなんですけど、基礎練習みたいなやつがないと、やっぱり応用の幅が広がらないとできないことも多いかなと思います。基礎ができてればイメージつかむまでが早いですもんね。そうですね。それと、もしよろしければ、僕と一緒にやっていただいたら、横乗っていただくと、できるイメージがやってからやるのとそうじゃないのとではだいぶ大きな差があるかと思います。じゃあ東海地区、関西地区だったら佐竹さんにお任せください。Facebook とかでタップして、ちょっと練習教えてくださいとかいけるんですか？OK です。お、本当ですか？はい。OK だそうです。どうかの壮行会とかで、ご一緒いかがですかとかお誘いいただければできるだけご要望に沿うように。佐竹さん毎週走ってますよね、なんかね。ちょっとペースは落ちましたけども、どこでも行きますよね。はい。ちょっと車が壊れる頻度がちょっと高くなっちゃったんで、ちょっと加減しながらやらないと難しいかなというようなところです。やっぱり基本的にはドリフトさせる風にいろんなものが作られてないので、疲労溜まってくるとちょっと定期的にやはり壊れるというところは否めないかなというところです。ただ激しく壊れても最後 FF にして帰ってこれるという裏技があるので早く FF で帰れる。はい、そうです。4駆の部分のFR の部分が壊れても FF にしてそこの壊れた部分は無視して帰ってくるんですね。最強じゃないですか、それ。いや、もう最強ですよ。駆動が2つ選べるっていうことですからね。はい。